もうグッとラー油です。はい、こんにちは。大阪で、中国菜フェーブというお店をやってます、代表の畑川です。本日は、よろしくお願いします。今日はですね、牛肉汁そば火鍋風ということで、四川料理で有名なですね、辛い火鍋、こちらをベースにした、汁そばの方を、紹介していきたいと思います。今日は、皆さんでも作りやすいような、形の、レシピに、してみました。ぜひ、お試しください。はい、それでは小松菜を切っていきます。軸の部分を、少し切っていただいて、砂が、ついている場合でしたら、一度洗ってから切りましょう。今日は洗ったものを準備してもらってます。一口大に、切っていきます。葉っぱの部分は少し小さく切った方がいいと思います。はい、次はニラです。ニラも、端の部分が乾いてれば、切り落としてください。こちらも先ほどの小松菜と同じように、一口大の長さに切っていきます。はい、それではですね、調味料の紹介をしていきます。今日は、火鍋の風の、汁そばですので、火鍋で使うですね、調味料を、今から作っていきたいと思います。火鍋の、醤と書いて、ホウボウ醤と言います。はい、こちらの方材料上からですね、玉ねぎのみじん切り、ニンニクのみじん切り、生姜のみじん切りです。そしてその次がですね、フォーゴーテーリャオと言いまして、こちらがですね、火鍋の素になります。今日は、こういった市販のものをベースに、作っていきます。はい、そしてですね、次、辛みの、追加でですね、シャンラージャンという、豆板醤の一種を使っていきたいと思います。こちらがシャンラージャンで、豆板醤のベースにですね、ニンニクや、生姜、そしてですね、八角、あとは山椒など、こういったいろいろな調味料を加えたですね、少しキレのある辛みの、調味料になります。コクを加えるためにトーチージャン、醤油もろみのような調味料になります。麻婆豆腐に、よく加える調味料の一つです。紹興酒、上白糖、お醤油、四川山椒の粉と、最後ですね、13香フェンと言われる、ミックススパイスになります。ウーシャンフェンといって5つの香りの粉という商品がありますが、それをさらに、スパイスを追加して13種類のスパイスが入ったミックススパイスになります。手に入らない場合はウーシャンフェンで、やっていただいてももちろん構いません。まずはですね、豆もやしを、下茹でしておきます。豆もやしは、もやしの白い部分ですね。こちらはすぐに火が通りますが、豆の部分はなかなか火が通りません。先にですね、豆もやしだけ湯がいて、火を通しておくということが、スピード感のある仕事につながっていきます。はい、それではですね、次に牛肉の下茹でをしていきます。牛肉はですね、豚や鶏に比べると、やはりアクが強い、材料になるので、一度下茹でをすることで、アクが、仕上がりに出にくくなるということですね。はい、沸騰したお湯に入れて、さっと火を通していきます。材料を加えてですね、一度、温度が下がるので、もう一度沸かす。沸かしている時にですね、こういって周りからアクが出てきます。しっかりとここでアクを出してあげるということがポイントです。はい、アクが十分に出ました。はい、このように黒いアクが出るので、一度下湯がきをし、その後、さっと水洗いしておいてください。はい、次にですね、火鍋の、ベースになるですね、フォーゴー醤を作っていきます。鍋をですね、しっかり焼きまして、まずは鍋慣らしをします。はい、次にですね、油適量を加えます。
先ほど紹介した、玉ねぎから加えていきます。はい、少し玉ねぎの、色がですね、透明感が出るまで炒めていきます。中火から弱火でですね、しっかりと炒めてください。はい、玉ねぎの香ばしい香りがしてきたら、次にニンニクと生姜を加えます。はい、ニンニクと生姜がしっかりと炒まれば、次に、醤を加えていきます。こちらが市販の芳香テイリャオです。はい、そして、辛みが特徴的なシャンラージャンです。はい、これも混ぜ合わせるように炒めていきます。このようにですね、こうジュクジュク言ってくるぐらい、ここまで炒まったらですね、残りの調味料を加えていきます。紹興酒、トーチージャン、上白糖、はい、そして山椒の粉と13香片です。はい、お醤油も加えます。もう火鍋の世界に入っていってます。あとは全体が混ざる程度で大丈夫です。はい、全体が混ざって、このように沸いたらこれで火鍋の、醤が出来上がります。はい、それでは仕上げの工程に入っていきたいと思います。先ほど、4人前の材料で仕込んだものを、1人前ずつにこのように小分けしています。湯がいた牛肉、そして豆もやしですね、そしてニラ、小松菜、セロリに白ネギという形で、1人前のセットが出来上がっています。最後仕上げで使うですね、唐辛子、そしてローリエ、こちらもあります。で最後のトッピング、山椒の粉、黒酢、そして中国パセリですね。準備ができたら、仕上げていきたいと思います。はい、そうしましたら、仕上げをしていきます。まずは鍋慣らしをします。はい、鍋にですね、油適量を加えます。はい、ここにですね、唐辛子です。今日は、四川省の頂点ラージャオというですね、こういった丸型の唐辛子を使ってますが、辛みの強い、通常の鷹の爪を使っていただいても結構です。まずは、唐辛子の香りを出していきます。弱火でじっくりと炒めていきます。はい、唐辛子が、赤くなって、炒まったらですね、ここに醤を加えていきます。はい、先ほど炒めた醤が、入ります。醤を加えたら、ここにローリエです。そしてスープを加えます。はい、スープを加えたら味付けをしていきます。まずはですね、たまり醤油です。たまり醤油で色をつけます。中国のたまり醤油は塩分があまりありません。深いこういった黒い色を出すときに、使っていきます。少しですね、お砂糖を加えます。はい、お砂糖少々です。はい、そしてですね、お塩です。汁そばですので、外側の汁は少し、しっかりとした味わいにしていきます。はい、味がつきましたら、先ほどの具材です。はい、こちらを加えていきます。まず生の材料からですね、小松菜とニラを加えました。
はい、そしたら順次具材を加えていきます。はい、一度下湯がきしている、牛肉と、もやしですので、軽く合わせるだけで、十分食べれる状態になります。はい、一度沸きましたら、最後薬味セロリと、白ネギのみじん切りです。最後にごま油、山椒油、そしてラー油です。これで、汁そばの、スープが、出来上がります。はい、そうしましたらですね、仕上げに、中華麺を湯がいていきます。麺を湯がくときは、たっぷりのお湯を沸かして、必ず沸いてるところに麺を加えてください。すぐに再沸騰するぐらいの火加減というのが重要になってきます。少ないお湯で湯がこうとすると、麺のでんぷん質のせいで、湯がき汁にとろみがついてしまいます。そうするとですね、火の通りが悪くなってしまいます。さらに冷たい水から、湯がこうとすると沸騰するまでに鍋底に張り付いてしまう恐れがあります。なのでたっぷりのお湯で、再沸騰がすぐにするぐらいの火加減で、湯がくというのが大切になってきます。それでは、仕上げていきます。丼にですね、こちら黒酢を加えておきます。はい、黒酢を加えたら先ほど作った、牛肉の汁そばの、汁ですね、入れていきます。最後に上にも乗せるので少し残しています。はい、麺を加えます。下に黒酢が溜まっているので少し混ぜて、畳んであげましょう。はい、残っている汁を上からのせます。はい、そうしましたらここに、四川ジャンスン山椒の粉ですね。はい、そして中国パセリです。はい、こちらで、牛肉汁そば、火鍋風の完成です。それではいただきます。どうですか？すごくコクがあってマイルドで美味しいです。辛くない？辛いです。野菜もたっぷりでポカポカメニューだよね。温まりますよ。お店でも人気ですか？出ますね。結構女性が食べる方多い気がします。男性の方が逆にヒーヒー言ってるかもしれない。なるほど。はい。じゃあぜひ店にも食べに来ていただいて。はい。はい。じゃあ今日はありがとうございました。はい。今日はありがとうございました。最後にですね、いいねボタンをクリックしていただいて、チャンネル登録の方を、ぜひよろしくお願いします。本日はありがとうございました。